こんにちは。今日は市販のハンドルを使ってバッグを作っていきます。これはセリアさんのハンドル。サイズは 10.5 の 23.5。材質はプラスチック。これを2本使ってバッグを作っていきます。初めて見たので楽しみです。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。今回使用する糸は、これはダイソーさんのメランジトリコ。これは使い差しの古いもので 50g 入っています。長さは約90メートル。使用界隈の目安は8号。これを今回2本一緒にして編んでいきます。10号で編んでいきます。これはセリアさんのハンドル。1本ずつ入っているので2袋必要になります。あとはマーカーととじ針を使います。鎖編みをします。この横幅よりも少し広めに作っていきます。鎖の数は私は33。サイズの変更や違う糸で編む場合は4の倍数プラス1で作ります。2本一緒にして編んでいきます。この鎖はゆったりと編んでいきます。このまま必要な数になるまで編んでいきます。鎖編みをしてきました。今長さは35センチぐらい。1段目は細編みをしていきます。まず細編みをするので鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み、裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。かぎ針から1、2、2つ目に細編み、次も次もこのまま端まで細編みをしていきます。端まで来ました。次は2段目、鎖3つ、1、2、3、裏返します。足元1つ飛ばして2つ目、ここに未完成の長編み、絡めて1、2、糸を出してこの2本から引き抜きます。これが未完成の長編み。もう一度同じところにこの2本から引き抜きます。これを一度に引き抜いて玉編みができました。鎖1つ、もう一度この未完成の長編み2つ、同じところ糸を出して2本からもう一度この2本からこれで未完成の長編み2つ、一度に引き抜きます。これで玉編みが2つ。次は足元1つ飛ばして2つ目に長編み、1、2、長編み、次また玉編み、ここと同じ、1、2、2本から引き抜いてもう一度未完成の長編み、これを一度に引き抜いて玉編み、鎖1つ、
この真ん中は鎖1つ、また未完成の長編み2つ、一度に引き抜いて玉編み2つ、長編みをします。1、2、これを繰り返していきます。1、2、同じところ、1、2、これを繰り返して端まで編んでいきます。2段目の端まで来ました。最後は足元を1つ飛ばして2つ目、ここに最後の長編み、次は3段目、鎖3つ、1、2、3、裏返します。次は下の玉編みの真ん中に長編み3つ、まず1つ目、1、2つ目、3つ目、これで玉編みに長編み3つ、次は長編みの上に長編み、これを繰り返していきます。また玉編みに長編み3つ、1、2、3、長編み、また同じ真ん中、これを繰り返して端まで編んでいきます。3段目の端まで来ました。端では鎖の1、2、3、ここに長編み1つ、上が2本で下は1本の状態、これで長編みをします。これで3段目が終わりました。次は4段目。4段目はこの部分を編んでいきます。鎖3つ、1、2、3、裏返します。で、この長編み3つの真ん中にこの玉編みをします。糸を出して2本から引き抜いて、もう一度2本から引き抜いて、一度に引き抜いて玉編み、鎖1つ、また同じところ、未完成の長編み1つ、2つ、一度に引き抜いて玉編み、長編みの上に長編み、こんな模様になります。また次も3つの真ん中、
玉編みをします。鎖、で玉編みが2つ、長編みの上に長編みで、これを繰り返して端まで編んでいきます。この2段をずっと繰り返してしばらく編んでいきます。でこれはバッグの片側、もう片方はこの上下を逆にします。で表と裏を確認します。この最初の細編みが表の方が表、裏を上にします。裏を上にして、この細編みにさっきと同じように玉編みをしていきます。こっちの糸は休めておいて切らずに新しい糸を持ってきます。でこの細編みの端、ここから糸を出して、鎖3つ、1、2、3で足元1つ飛ばして2つ目、同じラインになります。ここにまた玉編みをします。鎖1つで玉編み、玉編みができました。1、2、こんな感じになっています。表から見るとこんな感じ。これを繰り返して同じようにこの向きに編んでいきます。こっちは反対にこっち向きに編んでいきます。これでしばらく編んでいきます。このラインが最初に細編みをしたところ、ここから10段編みました。長さはだいたい20センチ。こっちも同じ。この部分はここに差し込む部分、次はこの部分を編んでいきます。ここから細編みを編んでいきます。鎖1つ、根元に細編み、次は長編み3つ、1つ目に細編み、2つ目はスキップして次の長編み、これで1つ少なくなりました。次はまた1つ、次も真ん中の長編みをスキップします。真ん中はスキップして次、このまま端まで編んでいきます。端まで編んできました。最後は鎖の1、2、3、ここに最後の細編み、次も細編みをしていきます。鎖1つ、裏返して根元に細編み、次も細編みをします。
全部一つに一つの細編みをしていきます。端まで編んでいきます。端まで編んだらまた鎖一つ、全部で7段編んでいきます。1,2,3,4,5,6,7 7段編んできました。長さは7センチ。糸端は長めに残して切っています。表と裏について、さっきはこの最初の玉編みが裏の方を表にしました。ただちょっと反対の方が綺麗なので、最初の玉編みが表の方を表にします。こっちが表になります。表を上にしてマーカーをつけます。4点にマーカーをつけて縫い合わせて袋の形にします。マーカーをつける位置は上から14センチ、この中央から13センチ、こんな感じにします。他も同じ。模様のこの玉編みと長編み3つの間、上から数えると玉編みが1、2と長編み3つの間につけました。他も同じです。これを裏返します。裏を上にして半分に折って、この部分を細編みで合わせます。このマーカーとマーカーのところ、マーカーのところにかぎ針を入れます。向こうもしっかりと結びます。鎖一つ細編みをしていきます。同じところに細編み一つ、これが一つ目で、同じところにもう一つ、向こうも次もここに2つ、1、2、次もここに2つ、これで端まで編んでいきます。端も同じように細編み2つ、1、2で、最後のこの糸端を少し長めに残しておきます。長めに残して糸を抜きます。これを両方同じように脇をつなぎます。こんな感じになります。で、今回は厚みを作ろうと思います。この角を底の方に折り曲げて、こんな感じでマチを作ります。この模様の1個分、1個か2個ぐらい底の方に折って、この糸端でつなげようかと思います。残していた糸端で、ここが真ん中、
だいたいつながったら、あとはこれがほどけないように何箇所か塗って、でこんな感じにしました。表から見るとこんな感じになりました。こっち側も同じように塗っていきます。両方とも終わりました。次はこの部分をここに差し込んで縫い合わせます。まずここに残していた糸足を通します。このままこの部分に通して、でここら辺まで入れていきます。細編みの部分を通しました。内側が4段、外側は3段。この部分とこの部分を縫い合わせていきます。これは大体で大丈夫です。まず端はこの部分、こことこの部分、この端と端を縫い合わせます。もう一度同じところ、しっかりとさせます。で次の細編み、向こうも次の細編みで、少し戻って返し縫いで縫っていこうと思います。どんな縫い方でも大丈夫です。こんな感じで繰り返して端まで縫っていきます。最後に縁を編んでいきます。この段から始めます。この糸端は少し長めに残します。糸を出して鎖1つ細編みをします。細編み1つ、次から2つ、1、2、1、2、次も2つ、1、2、次も次はこの細編みをしたいと、こことここに1つずつ、次はここ、次また2つ2つと編んでいきます。ここは最後の段。ここには
細編み1つ、もう一つは引き抜き編み、これをかぶせて引き抜き編み、ここで糸を切ります。少し長めに残して、これを針で整えながら隠したいと思います。これがつながる感じで、ここぐらいにつながっている感じにします。あとは裏でほどけないように隠します。裏に隠します。他の糸端も残っていたら隠します。これで出来上がりました。とても可愛いバッグになりました。可愛い形になっています。サイズを測りました。縦が23センチ、横幅30センチ。使った糸の重さはだいたい200グラム。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。